この猫の背中に本物の鉱石をつけたいんですが、どうやったらこの猫の体が自然に結晶化したようになると思いますか？石はつけるけど、でも石をそのままくっつけたようには見せたくないんです。ちょっと矛盾してますよね。硬い石をどうやったら柔らかな生き物の一部にできるのか、今回はそこを考えながら作っていきます。これは数年前に作った黒猫の制作映像です。この時からどうやって作品と鉱石を一体化させるのかということを考え始め、その後人形作品にも広がっていきました。あなたなら猫のどの部分に鉱石を使いますか？まずは石を置く前に猫そのものを作っていきます。ここで猫が生きて見えなければ石を入れても多分石のついた置物になってしまいます。背中から尻尾まで線がスッと流れていること。体が固まりすぎず今にも一歩動きそうに見えること。そんなことを見ながら粘土を足したり削ったりして形を作っていきます。目にはタイガーアイという名前の鉱石を使っています。だいぶ猫の形に近づいてきました。鉱石を使った作品は SNS でもよく見かけますし、僕自身もすごく好きです。でも自分で作るときにいつも気になっていることがあります。石って小さくてもかなり存在感が強いんです。一つ置いただけで目が全部そこへ行ってしまう。うまくなじまないと取ってつけたような造形と石が別々に見えてしまうんですよね。なのでどこに置けば石が目立つのかではなくて、どこなら猫の形の流れを止めないかを見ていきます。この猫は黒猫になる予定なのでスモーキークォーツを使っていきます。僕が探しているのは猫の頭から尻尾までの美しい毛の流れ、その流れを邪魔せずにそのまま石が続いていくというような位置です。天然石はこちらの都合に合わせては形を変えられません。むしろこの自然の形を生かしていきたいと思っています。だから石を粘土に従わせるというよりも、粘土の方が石の形を受け入れるようなイメージで粘土も調整していきます。実際に石を入れるときは元の猫の造形を削って石の入る場所を作っていくのですが、これはちょっと緊張する作業です。猫が綺麗にできていればできているほど、ここから削っていくということに勇気がいります。この猫は完成すると黒い体になります。なので黒くしなやかな毛が少しずつ透明感のある結晶へ変わったら、こんな姿になるのかなと思いながら作っています。塗装前は白い粘土と黒い石がかなり分かれているように見えます。ここから毛並みの向きや影をつないで境目を少しずつ曖昧にしていきます。境目を隠すというより変化の途中を作っていく感じですね。毛なのか石なのかどちらとも言えないような場所ができると、急に石が体の一部に見えてきます。それでは完成した姿がこちらです。最初に石を当てて見ていた時とは印象が変わったと思います。猫が水晶を背負っている、後から石をつけたというよりも、体の一部が結晶化しているように見えたらひとまず成功です。そしてこの猫を作った後に、もし別の生き物ならどこが結晶になるんだろうと考えるようになりました。例えば鳥。これはフクロウの作品ですが、この子に関してはこの翼が最適だと思っています。翼は鳥が鳥であることを一番はっきり表す場所です。同じ水晶でも鳥に入ると光を受ける羽に見える。素材は同じでも体のどこに現れるかで意味合いが変わってきます。さらにそこから他の作品にも広がっていきました。リンゴではかじった後のみずみずしい果肉を石に置き換えています。水晶のキラキラとした輝きが新鮮な果実のイメージにぴったりです。天使の場合は
胸に水晶を使っています。これは祈りの心が結晶化した、そんなイメージです。鉱石をただ別のモチーフにつけているわけではないんですよね。その存在の一番特徴的な部分や、長い時間抱えてきたものが一番現れそうな場所を探して結晶化させています。粘土は触れるたびに形が変わります。鉱石は人の時間よりもずっと長い時間をかけて生まれてきたものです。柔らかく変わっていくものと簡単には変わらないもの、その2つを合わせることで過ぎてゆく感情や記憶を作品として残せるような気がしています。僕が作りたいのは鉱石を後付けして飾られた生き物ではなくて、何かを抱え続けた結果、体の一部が結晶になった、そんな存在です。次はどんな動物がいいでしょうか？作品になった姿を見てみたい動物をぜひコメントで教えてください。このチャンネルでは今から粘土造形を始めてみたい方に向けて公式 LINE にて粘土造形ガイドブックも無料でプレゼントしています。ご興味ある方はぜひ受け取ってみてください。この動画が面白かった、参考になったと感じていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。